どうもリュウジです。今日はですね、2023年に一番使った、バックパックと、あとはその中身についてちょっとね、まとめてみようかなと思います。なんかね、もちろん誰に言われたわけでもないんですけど、自分用の記録として2023年に、持ち歩いてたものの記録としてね、ちょっと残しておこうかなと思って動画撮ってます。で、一応ね、紹介するものに関しては、できるだけ概要欄の方にリンク載せておくので、気になったものがあったらね、そこからチェックしてもらえればなと思ってます。じゃあちょっと早速紹介していきます。まずね、バックパックですね、2023年で一応ね、一番使ったかなと思われるバッグはこちらなんですけど、これがね、エイブルキャリーっていうところのバックパックですね。で、このモデルがデイリープラスっていうバックパックになります。このバックパックの詳しい動画に関しては一応ね、単体で出してるやつもあるんで、よかったらね、そちらもチェックしてほしいんですけど、で、このバッグが届いたのが多分ね、今年の夏場、多分7月やったと思うんですけど、それぐらいに届いて、そこからね、一応ずっと使ってる感じになってます。なので2023年丸1年ずっと使ってたわけじゃなくて、これが届く前までは一応ね、こっちのこれね、ウェクスレイっていうところのバックパックですね。こっちのエイブルキャリーのバッグが届く前までは、7月まではずっとね、これを使ってました。こっちのですね、ウェクスレイのバックパックに関しては、ステムバックパックだったかな、そういった名前だったと思うんですけど、このバックパックも5、6年使ってたと思います。それに関する動画ね、出してるんで、よかったらそれもね、見てほしいんですけど、で、こっちのエイブルキャリーのバッグが届いてからはずっとこっちを使ってる感じになります。多分7月に届いたんで、約半年はほぼ毎日使ってたかなと思います。使い心地とかに関してはマジでね、めちゃくちゃいいバックパックやなと個人的には思ってます。背負い心地とかね、かなりいいし、このデザインに関しても僕はかなり気に入ってます。で、背負い心地に関することなんですけど、このバック底面のところにこのね、なんかテープみたいなのが巻いてると思うんですけど、これがね、結構特徴的な A フレーム構造っていうのを使ってて、バッグをね、背負った時にこの下からね、この支えてくれるような作りになってるんで、結構ね、なんか無重力バックパックとして話題になったりもしてるバックパックになってます。値段に関しては多分3万5,000円ぐらいだったかな、それぐらいするバックパックで、結構ね、値段はしっかりするかなと思います。決してね、めちゃくちゃ安いバックパックではない感じになってるんですけど、僕はですね、その値段に見合った作りというかバッグになってるんじゃないかなと思ってます。で、メインのバッグはこのエイブルキャリーのデイリープラスを使ってますといったところで、ちょっとね、このカバンの中身を紹介していこうかなと思います。このカバンの外側から全部ね、ちょっと見ていきたいんで、ここね、ちょっと見えてると思うんですけど、これに関してはバックハンガーですね。もう別に特にこれだけ紹介するあれはないと思うんですけど、こんな感じのリングになってるやつで、これがね、クリッパっていうやつですね。こんな感じでバッグの持ち手の部分にこうやって引っ掛けて、机とかに引っ掛けれるようになってるっていうバックハンガーですね。これに関しては定番品ですよね。もう僕もずっと使ってます。これ結構ね、なくしやすいっていう風にね、使ってる人は言ったりするんですけど、僕はね、これ1個目です。多分めっちゃ使ってると思います。7年8年ぐらい使ってるんじゃないかな。それぐらい経つと思うんですけど、まだ現役で1個目です。なんとか生き残ってくれてます。これはね、何かと便利なんで常につけてます。はい、じゃあちょっと中身の方見ていこうかなと思うんですけど、どこからいこうかな。外側、いや、メインにする。メインからいきますか。メインの収納部分から見ていきましょうか。1個ずつ足していくか。まずこれね、はい、ここに置きまして、まずこの一番上に入ってたのはこれね、ガジェットポーチです。エボンっていうところのガジェットポーチになってます。これも単体で動画出してるので、よかったら見てみてください。中身出したらキリないというか、さっと出していきましょうか。1個目、マウスですね。こちらロジクールの MX エルゴっていうマウスです。これですね、家でも外でも出歩くときは常に持ち歩いてます。マウスと、あとは充電関係いこうか。CIO の充電器、電源アダプターかな。AC アダプター、これを使ってますと。で、もう一個 CIO の、こっちはモバイルバッテリーですね。
これも定番のスマートコピープロってやつ、これをずっと使ってます。それに伴ったケーブル類ですね。こっちが CIO の、シリコンケーブルですね。これ L 字型のシリコンケーブルで、タイプ C のケーブルです。でもう一個はこっちは、アンカーのシリコンケーブルですね。こっちはタイプ C とライトニングですね。次はこちら SSD ですね。サンディスクの SSD ですと。でこっち SD カードリーダー、これは Ugreen ってとこの SD カードリーダーです。 UHS-2 に対応したカードリーダーです。これを入れてまして、次はこれクリーニングクロス、エレコムのクリーニングクロス、これは1人1枚持っておいた方がいいかなと思います。これは S サイズを入れてます。次はと言いますと、イヤホン、有線イヤホンですね。こっちが Apple 純正の有線イヤホンと、こっちがファイナルってとこの有線イヤホンです。なんで2個あるのかっていうと特に理由はないんですけど、動画編集する時に使うっていう感じですね。結構気分ですね。はい、これを入れてます。もう一個というかイヤホン、こっちはワイヤレスイヤホンですね。これがサウンドピーツのエンジン4っていう、ワイヤレスイヤホンになります。これは、サブのイヤホンとして入れてます。これが入ってますと。でこれ白馬のなんかウェットティッシュ、ウェットクリーナーみたいなやつ何個か適当に入れてます。アルコールティッシュ的なやつかな。なんかカメラ用品なんですけど、これ結構使えるんで入れてます。でなんかちっちゃいボイスレコーダー、ほぼほぼ使ってないですけど、こんだけ薄くてちっちゃいんで一応入れてるといった感じです。なんか不意に議事録とかね撮りたい時に使ったりしてます。であとはもうないか、なんかあるわ。これね見えにくいと思うんですけど、これね最近買ったやつですね。ブラックフライデーセールかなで買ったニマソってとこの USB-C に変換できるアダプターですね。マイクロ USB から USB Type-C に変換できるアダプター、これを入れてますと。そんなところです。はい、このガジェットポーチの中身はそんなところになってます。これ今紹介したやつね、マウス含めて全部入るっていうのがね結構気に入ってるポイントではあります。ちなみにこのエボンのガジェットポーチの使う前はこっちを使ってました。これね無印良品のガジェットポーチなんですけど、これもねめちゃくちゃ無印らしいシンプルで使いやすいガジェットポーチで結構使ってたんですけど、僕マウスも持ち歩くんでこれもね一緒に入れれたらいいなっていうことで、最近というかしばらくはこのエボンのガジェットポーチを使ってるといった感じになってます。ちょっと直していきます。はい、こんな感じで全部入るんで、ガマ口で開くタイプのガジェットポーチで割とおすすめです。よし、次を出していきますよと。こっちの PC の方いきますか。ここね普通に PC 入れてます。普通というか入れてるんですが、MacBook ですね。僕が使ってるのは、MacBook の13インチを使ってますと。でそれを入れてる PC ケースね、これに関してはこれ使わずにこのまま入れることもあるんですけど、最近割とねこのモフトの、PC ケースに入れて持ち運ぶことが結構多かったりします。なんか理由としてはこんな感じでね、このケース自体がスタンドになったりもしてるんで、この角度っていうのが結構個人的に絶妙やなと思うところで、その辺が結構気に入ってて使ってるところはあります。で一応Mac の後ろにねマジックスタンドっていうこのね簡易的なスタンドも貼り付けてるんですけど、もちろんこれでもね単体で使ったりすることはあるんですけど、割となんか最近このモフトの PC ケースのこの角度がなんか絶妙に個人的には気に入っているところがあるので割と使ったりしてます。であとはね割とこのデザインと色味とかっていうのも気に入ってたりするんで、これに MacBook を入れて持ち歩くことが最近は多かったりします。で次をいきまして、この中身の背面の部分どんどんいきましょうか。これは、メモ帳です。メモ帳というか、ノートですね。ノート、何の変哲もないノートと Kindle も一応入れてます。あんまり最近使ってないかな。スマホで済ませることが割と多かったりしてるけど、一応入れてますね Kindle。ここにねなんかリングを貼り付けて、こんな感じで使うことはあるかなと思います。最近は使ってないけど一応 Kindle を入れてます。さらにこのスリーブのところ見ていくとなんかね3つ入ってますね。1
個はアンカーの、ワイヤレス充電器かな。マグセーフに対応しているスマホの充電器ですね。これを一応入れてます。もう1個はこれはモフトのスマホスタンドですね。一番新しく出た七変化スマホスタンドってやつですね。これを入れてますね。このスマホの背面にこういった感じでつけて、こういった感じでスタンドとして立てれますよってやつですね。こんな感じでなんかね、このスタンドの機能としての幅がかなり広いっていう感じの、スタンドですね。七変化スマホスタンドっていう名前の通りこんな感じでいろんなパターンで、スタンドとして使えたり、あとはこういった感じでねVlog 形式でなんかスマホグリップとしても使えたりするんで、僕はねこれカバンに入れてます。ずっとスマホにつけておくんじゃなくてカバンのスリーブのとこに入れてますね。理由としてはこれねずっとスマホにつけておくには結構ね重くなっちゃうんですよね。使ってるねスマホにもよると思うんですけど、あとはプラスでケースつけてたりするとなおさら重たくなっちゃうと思うので、僕はカバンに一応忍ばせてます。この立てた時の高さがね結構出るんで、なんか突発的なウェブ会議とかライブ配信僕はすることないんですけど、そういった時にね結構役立つかなと思って僕はね一応カバンの中に常に入れてるようにしてます。このモフトの七変化スマホスタンドです。もう一個はこのアタッシュケース的なやつなんですけど、 SD カードケースですね。カメラの SD カードを入れるカードケースになってます。これを入れてますと。このスリーブのところはそんな感じになってます。で次は、こいつですね。メインの収納部分のこいつをちょっと引き出していくんですが、これに関しては、カメラのインナーバッグになります。こんな感じの。これが多分白馬ってところのメーカーのカメラ用のインナーバッグだったかなと思います。今ねこの中にはねカメラ入れてないんですけど、今撮影でちょっと使ってるんで、基本的に僕はね外を出る時も、カメラ持ってるんですけど、これに入れて、このバッグの中に入れてるといった感じですね。このインナーバッグに僕は、ソニーのアルファですね。アルファ7 4と、レンズはねその時々なんですけど、一番大きい組み合わせで言うと、ソニーのアルファ7 4と、あとは2470の、ズームレンズですね。標準のそれを一応このインナーバッグの中にしっかり入るし、これをねさらにエイブルキャリーのバッグにも入るといった感じになってます。一応ね何回か聞かれたことあるんですけど、このデイリープラスのこの底街の部分どれぐらいの街の広さのものが入るんですかって聞かれたことがねあってね、何回か答えてるんですけど、このインナーバッグに関してはだいたいね約14センチになってるんですよね。この奥行きというか幅町っていうのかな、これに関しては余裕でこっちのデイリープラスに入るようになってるんで、ちょっとした参考にしてもらえればなと思います。でこのカメラのインナーバッグを使って、毎日使っているこのデイリープラスに、入れて、カメラバッグとしてもね割と使ってたりするんですけど、一応ねカメラバッグっていうのを僕は個人的には持ってて、こういった感じのいわゆるカメラバッグですよね。ポンポンポンとレンズ何個か入れてボディ入れてみたいなねカメラバッグも持ってはいるんですけど、エイブルキャリーのデイリープラスが来てからはほぼほぼ使ってないというか、使う出番はちょっと減ったかなって感じになってます。ガチガチのカメラ機材とかだけを持って出かける時はこれを使うことがあることはあるんですけど、基本的に PC とかこういったガジェットポーチとかも一緒に持ち運んで歩くことが多いし、でプラスでカメラ1台とレンズがあればなんとかなる、生活スタイルなんで、その生活スタイルだとこっちのねやっぱりエイブルキャリーのデイリープラスの方が使いやすいし、デザインもねこっちの方が断然好きなんで、これにカメラのインナーバッグを入れて使ってるといった感じになってます。これで一応このメインの収納部分は以上になってますといったところで、次は、ここですね。ここにも収納部分があるので、この中身ちょっと見ていきます。その前にここの背面の部分、背面というかPC 周りのところにここねボールペン刺すとこがあるので、一応ボールペン刺してるのと、こっちにもカメラ関係のやつなんですけど、レンズペンってやつですね。ちょっとマニアックかもしれないんですけど、カメラやってる人は知ってると思うんですけど、こういったね、これは白馬のレンズペンですね。これも一応ここに刺してるといった感じですね。ここにボールペンとか刺せるスペースがあるので一応刺してるといった感じですね。はい、じゃあちょっと戻りまして、こっち開けていきますと、この中はなんか入って
てますね、ハンドクリーム、イソップのハンドクリーム、青のやつですね。でもう1個は、カメラの予備バッテリーですね。これは何個か入ってます。今たまたまちょっと1個だけ入ってました。で、もう1個なんか入ってますね。これがね、なんか無印のペーパータオルだったかな。なんか携帯用のペーパータオルみたいな感じのやつなんですけど、これね結構便利で、名前の通りなんですけど、1枚出しますね。これね広げていくと、本当になんかペーパータオルですよね。なんかよく洗面所とかにあるなんか割としっかりした紙のハンドタオル的なやつですね。これが入ってますといった感じになってます。なんか僕は使い捨て用のハンカチとして一応入れてますね。結構割と使う出番はあります。これね、このちっちゃいやつが多分5、6個入ってて99円やったと思います。100円ぐらいやったと思うんで、これね結構便利なんでおすすめです。ここは以上になりますと。これでこっちのメインコンパートメントの各部収納スペースも以上になってます。この背面とかの部分にもまだあったりするので、ここね2個収納部分あって、こっちとあとここにもねあるんですけど、こっちから見ていきます。この部分に関しては、専用の独立した、ボトルポケットの収納部分になってます。ここはねメインとまたこの背中の部分と完全に切り分けられてて、ここだけ専用のスペースになってるんで、他とね干渉しない作りになってるんで、ここね結構いいところかなと思います。めっちゃ気に入ってます。でここにボトルですね、マイボトルっていうのかな、これを基本的に入れてることが多いです。今入れてたのはこれはキントーのタンブラーですね。多分トラベルタンブラーだったかな、そんな名前やったと思うんですけど、サイズ的には多分350のサイズやったと思います。でこのタンブラーに関してはその時々で、割と変えたりするんですけど、一応持ってるものとしては今紹介したキントーのトラベルタンブラーと、あとはこれですね、こっちは無印のタンブラーかな、なんか透明なやつと、あとはこっちのなんかステンレスの、これわかるかな、なんかモッシュってとこのタンブラーかな。500ないぐらい、500あるんかな、500あるかないかぐらいのサイズですね。夏場結構これを使うことが多かったです。最近は割とキントーのタンブラー使ってます。でこれは無印のやつなんですけど、これめちゃくちゃ軽いんで、ちょっとした時に使うことが多いかな。この辺に関しては気分で入れ替えてます。であとはなんか雨降りそうな時とかはこういったね折りたたみ傘とかね、この部分にサイズにもよると思うんですけど、結構すっぽり入るところになってるんで、折りたたみ傘を忍ばせておくこともあったりします。そういったね便利な独立した収納ポケットがありますといった感じですね。ここは以上です。はい、そうしましたらこっちの一番背中側の収納部分を見ていきますといったところで出していくと、これですね、これは、メガネかな、メガネですね、このメガネですね、モスコットってところのメガネになります。メガネというか、これはね銅入れてないんですけど、ちょっとしたサングラス代わりとして使うことが多いかな。モスコットのレムトッシュっていうモデルになります。6年7年ぐらい使ってるかな。ずっと使ってますね。今これ中に入ってるのは薄いグレーが入ってますね。多分わからないと思うんですけど、ちょっと薄いグレーが入ってます。ちょっとね日差し強すぎる時とかね眩しいのがしんどいんで、濃いめのしっかりしたねサングラスもいいんですけど、個人的にはねこっちのもうほぼほぼわからないぐらいの色合いの方が好きなんで、これを使ってることが多いです。別で土入りのレンズとか、あとはカラー違いのレンズとかもあるんで、気分で変えたりしてます。これに関しても基本的に欠けてるか、カバンの中にほぼほぼ入ってることが多いです。そんな感じでモスコットのメガネを入れてます。モスコットめちゃくちゃいいっすよ。おすすめっていうかお気に入りで、次は、ここにね、このバッグね、こんな感じで、ストラップがついてるんで、これね、取り外すこともできるようになってるストラップになってます。で、ここに、このポーチをね、僕は、つなげて使ってるといった感じですね。これに関しても、エイブルキャリーのものになってます。この中は、なんかガムですね。ガムが入ってるのと、あとはなんか常備薬とかですね、痛み止めとか入ってたりします。なんか細々したのをちょっとここに僕は入れて今つなげて使ってるといった感じですね。この中にも、収納のスペースがあって、この上の方は、ジップがついてるんですけど、この中は何が入ってる？ポケットティッシュとハンド
鏡、ハンドミラー、ちっちゃい鏡と、なんか今栄養ギュッと1食分が入ってました。なんかちょっとした軽食、非常食みたいな感じで入ってましたね。この中に入ってますと、下の方にもこっちはねジップがついてないスリーブになってます。伸縮性のあるスリーブのとこに今は何が入ってた？ハンカチ、これ無印のハンカチと、あとはボディシートかな、ボディシートが入ってましたね。夏場にめちゃくちゃ使ってたやつが、まだ眠ってました。ジップロックに入れて入ってましたね。なんかちょっとリアルやな。これが入ってましたと。それで、以上全部かな。収納部分とかに入ってるものは全部ですね。まだあったの忘れてました。収納部分ですね。この背面の上のところにあるんですけど、ここも収納部分あったの忘れてました。この中身がですね、まず財布ですね。こちら財布が、マルジェラのなんかカードケース的な財布を使ってます。これと、あとはこれか、イヤホンですね。AirPods Pro ですね。これが、一応メインで使ってるイヤホンになります。これが入ってるのと、あとはこの2つか。目薬と、あとはリップが入ってます。あとはあれですね、この鍵ですね。家の鍵とかをまとめてるキーホルダー、キーケースになるんですけど、これがねオービットキーっていうところのキーケースです。これも結構長く使ってるな。3年4年ぐらい使ってるんじゃないかな。こんな感じのコンパクトでミニマルなデザインなんで気に入って使ってます。この部分ですね、ここにちょっとした収納隠しスペースみたいなのがあるんで、ここに鍵とか財布とか入れてることが多いです。はい、こんな感じでカバンの中身は以上になります。これがね、だいたい2023年に一番持ち歩くことが多かったカバンの中身になってます。これって量多いんですかね？どうなんやろ？そうですね、だいたいこれのはず。これぐらいの量は全然余裕で入るバックパックになってるんで、これは僕だけと思うんですけど、他にもいると思うんですけど、カメラね、持ち歩く人に関しては、使うカメラにもよるんですけど、結構ね、重さはあると思うので、僕に関しては割とね重さのあるカメラを入れて持ち運んでるんですけど、プラスでね MacBook も持ち歩くことがほとんどなんで、これだけの量を持つっていうのは結構重さ感じるんですけど、それをこのバックパックに入れてしまえば背負い心地がね軽いっていうのがかなり結構特徴的なバックパックになってるんで、その辺の重さっていうところに関しては特に気にせず持ち運べてたんじゃないかなと思ってます。はい、そんな感じで今日はね2023年に一番使ったバックパックと、あとはねその中身たちをちょっと紹介というかまとめた動画にしてみました。ちょっとね中身を見返してみて、なんかちょっと入れ替えていきたいなみたいな感じのところね思ってたりする部分もあるんで、その辺に関しては年明けですね、新たに2024年にちょっとね見直してまた入れ替えてみようかなと思ってます。ちょっとまた気が向いたら、年明けぐらいになんか2024年に使っていきたいカバンとその中身とかっていうね動画の内容をちょっと作ってみようかななんて今思いました。ちょっと気が向いたら作るかもなんで、よかったらねチャンネル登録してお待ちください。で一応今日紹介してるやつに関しては載せれるやつは全部一応概要欄に載せてると思うので、気になるものがあったらねぜひそこからチェックしてみてください。はい、そんな感じで、もしかしたらこれが2023年の最後の動画になってるんかな、ちょっとまだわかんないんですけど、もしかしたら最後かもしれないし違うかもしれないです。それは置いといて、今日も最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。